こんにちは。今回は北海道でバブル期に急成長した不動産会社の元本社を見に行きます。この不動産会社はリゾートホテルや当時あまりなかったオークションなどを建設し、一時期は年商1000億円を上げ、その名を轟かせました。しかし、バブルの崩壊に伴い、その不動産会社は経営に行き詰まり破綻してしまいます。この不動産会社の急成長には、北海道の都市銀行の積極的な融資が関係しています。そして、この不動産会社が都市銀行の破綻の原因にもなりました。この不動産会社のあるところは、北海道札幌市で、不動産会社の名前は、北海道拓殖銀行の破綻の原因の一つとなったカブトデコムです。以前にも北海道拓殖銀行破綻の原因となった動画を配信しています。概要欄にリンクを貼っていますので、ご覧になってみてください。この道を進むと、鏡張りになっているバブリーなビルが見えてきます。左側に見えてきたこのビルです。このビルはかつて急成長し、その名を轟かせたカブトデコムの本社だったビルです。現在はクリスタルタワーという名前のビルになっています。このクリスタルタワーは1993年に建設されたカブトデコムの本社ビルでした。建てられてから30年以上経過していますが、古さはなく鏡張りの立派なビルです。当時はカブトデコムが急成長し、会社の規模が拡大していたので、無駄に豪華なタワービルを建てたのでしょう。ちなみに、ここは2つ目の本社で、最初の本社ビルは札幌市西区の山の手にあるビルでした。カブトデコムは社員2人から始まった会社です。そんな小さな会社だったカブトデコムが、なぜここまで急成長し、大企業に変貌を遂げることができたのか、歴史を見てみましょう。カブトデコムは1971年に創業者の佐藤茂氏がカブト建設株式会社を設立したのが始まりです。カブト建設は小規模な土木工事を請け負う小さな会社でしたが、事業を拡大するために不動産開発事業へ本格的に進出し、札幌市内を中心にビル建設を始めた結果、カブト建設は急成長していきました。1985年には観光事業に力を入れるため、後のエイペックスの前身となる小浦観光を設立します。1987年には北海道で先駆けとなるオークションを札幌市南区に建設しました。このオークションは当時としては斬新なデザインで山のふもとにあったため、遠くからでも見えるところにあり、話題になりました。その後、カブト建設はいくつかの会社を吸収合併し、さらに会社の規模を拡大し、バブルの好景気、真っ只中の1988年には、ホテル経営や関連会社でのゴルフ場経営なども手掛け、社名をカブトデコムに変更します。カブトデコムの名前の由来は、創業者の佐藤氏が何事にも全力で取り組む性格で、カブトは戦いの象徴で、デコムという言葉はデベロップ&コンストラクションの略語で、開発と建設という意味だそうです。急成長を続けるカブトデコムは、1989年3月には株式の店頭公開を実現し、リゾートブームもあり、株価の初値が2300円だったのが、1990年には18倍の41,400円まで急騰したため、不動産への過剰な投資を広げることとなりました。同年には、かねてから取引のある北海道拓殖銀行が、急成長するカブトデコムを新興企業育成路線の対象企業とし、カブトデコムと北海道拓殖銀行は今までより親密な関係となっていきました。
北海道拓殖銀行の全面的な支援のもと、不動産投資をさらに推し進め、日本にとどまることなく世界に進出し、海外現地法人を相次いで設立して、アメリカのサンフランシスコに支店を開設したのを皮切りに、フランスやタイ、香港などでも不動産事業を展開しました。その結果、急成長を続けるカブトデコムの売上は、1989年に154億円だった売上高が、1991年には1000億円の大台を超えるまでになりました。そんな中、1990年4月に不動産価格があまりにも高騰したため、大蔵省は不動産価格の高騰を沈静化させるため、総量規制を行います。総量規制とは、金融機関から借りられるお金の総額の上限を制限する法律です。この法律により、金融機関に対して行政指導が行われ、不動産業種への融資に制限がかかりました。この総量規制は、バブル崩壊の一因とも言われており、不動産開発業を行っていたカブトデコムにとっては、今後の経営に大きな打撃を与えることになります。1993年には、子会社のエイペックスが総事業費1000億円を投じて建設した高級リゾートホテル、エイペックス東野を開業しました。このホテルは洞爺湖を見下ろす山の上に建っていて、洞爺湖を一望できる場所にあり、イタリア産の大理石張りのロビーなど、贅を尽くした建物でバブル遺産と呼べるものです。ここまで飛ぶ鳥の勢いだったカブトデコムですが、1990年4月に行われた総量規制により、思うような融資を受けることができなくなったことや、1991年にバブルが崩壊したことにより、業績は急速に悪化していきます。この頃には、カブトデコムの資産のほとんどが不良債権化し、1994年には1400億円以上の赤字となりました。カブトデコムに多額の融資を行っていた北海道拓殖銀行も、無理な拡大路線を続けた結果、1997年11月に破綻してしまいました。カブトデコムの躍進は、北海道拓殖銀行の支援によるところが大きく、後ろ盾を失ったカブトデコムは窮地に立たされます。北海道拓殖銀行が破綻したため、カブトデコムの債務は整理回収機構に引き継がれ、所有する資産の運用益で返済を始めました。カブトデコムは債務を返済しながら、細々と存続していましたが、2008年に世界的な金融危機と不況に発展したリーマンショックが起きたため、それも難しくなり、カブトデコムは2013年に解散を決定します。解散時の負債総額は5061億円で、2013年で最悪の規模でした。社員2人から始まった小さな会社を、北海道を代表する会社に発展させたカブトデコムの創業者、佐藤氏の手腕は素晴らしいと思います。ただ、バブルの好景気ということもあり、北海道拓殖銀行からの緩い審査の融資のせいで、カブトデコムは無理に拡大してしまい、おかしな方向に進んでしまったように思えます。これがバブル期でなかったらカブトデコムはここまで大きな会社に成長することはなかったでしょう。ないお金で仕事をすると、後の苦労は計り知れないですね。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。